おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらです。こんな感じで描いてみました。クロアチアのプリトビッツェ、というところですね、の渓流というかですね、森の中の渓流を描きました。写実的に描いてみたんですけども、どうですか？難しそうって感じでしょうかね。そうでもないですよ。ちょっとまたこれはいつもの水彩の描き方とちょっと違う描き方で、こんな描き方もできるんですか？こんなアクリルのような油絵のような描き方もできるんですか？というような感じかもしれません。ぜひですね、皆様もこういった描き方もされてみてはいかがでしょうか。全体にどうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。形に関してはこのように取っておきました。これは転写しておきました。これはプリトビッツェ国立公園というクロアチアの大自然ですねの中に少し沢的な森を描くってしたんですけども、沢を描くとかなんかね、プリトビッツェ国立公園を描くとかじゃ引きが弱いのですみません。ちょっとサムネイル詐欺に近いかもしれませんが、森なんかを描く時とかにも使えるような技法ということで、森の中の沢を描くっていうのが本当です。で、今回また違うやり方してますよ。なんですのこれは透明水彩ですが、これはキャンソンボード B4、B3 を半分に切りましたにマスキングテープを周りに貼っておいて、今濃い色を塗っておりますね。何か芸人さんの、なんかネタみたいですね。ありがとうございます。今何々をいただきましたみたいな感じでしょうか。ちょっと濃い色でグググググっとアクセントになるところを塗っておこうかなと思いました。水をほとんどつけないで塗っていってます。で、これは後々これに薄い絵の具が重なって、深みが出てくるんで、ちょっと森など細かいぐちゃぐちゃしたものを描くときにすごくこれ役立つんちゃうかなと思いますよ。皆さんぜひね、本当に身近なところとかでこんなぐちゃぐちゃしたの絵にするの難しい、いややーっていう人にもおすすめかもしれません。で、ちょっと濃いところ、第一段階の濃いところだけをこうやって塗っていきます。ちょっとぐらいはみ出してもいいですよ。もうちょっとぐらいはみ出してください。あんまりこうね、神経質になりすぎずに、この辺暗いなとかっていうところだけを塗っていってます。で、それが後々いい効果となってきますので、ぐぐとあんまり水を入れないで、濃い色を塗っていってます。紙自体も水で濡らしていないので、ちょっと時間かかりますけどもね、大人の塗り絵っていうのが流行りましたよね。今も流行ってるんですか？あんな感じの気分でいいと思いますよ。ほぼ単色、茶色と青を混ぜた暗い色ですね。黒もうほんの少し入れてますけども、真っ黒でやってしまうと少しこうなんていうか、穴に見えてしまうことがあるんですね。黒い穴に見えてしまう。だから茶色とバーントシェンナみたいな色かローアンバーみたいな色と青系、なんですかね、インジゴとかフタロシアニンブルーみたいな色を混ぜて、濃い焦げ茶色よりももっと濃い色を作っておいておきました。非常に水がきれいなですね。もうでもここ一旦10年ぐらい前なのですね。昔の写真をいろいろ引っ張り出してみて、日本の風景とかが多かったりしたんですが、水彩で海外の風景も今後載せていこうかなと思います。皆さんなかなかね、取材とか行けないからですね、大変でしょうけどね、ぐぐと。でも私の視聴者は65歳以上の方が多いので、もう皆さん打たれたんですか？めっちゃ羨ましいですね。私にはいつ回ってくるんですかね。来年あたりでしょうか。で、ぐぐっとこう大人の塗り絵的に塗っていってます。僕も迷ってます。ここかなって言いながら塗っていってますよ。で、初めのこの単色でこういう風に、塗っていく段階だけでも結構かかりました。1時間近くかかってますよ。でもちょっとこれはドライブラシという方法を中心に使ってます。ドライブラシっていうのは乾いた上に乾いた絵の具でみたいな感じですかね。なんかこうウェットオンウェットって言って、水彩やったら濡れた上に濡れた絵の具で描いていくみたいな、にじみぼかしみたいなの使いましょうとか散々私言ってたくせに、全くまた真逆のことをするという。だから美術って面白いんですよ。だから真逆もしかりなんですよね。だから答えがないから面白い。藤
藤井聡太さんですか、将棋の方ですね。何かよくわかりません。称号は、間違えて何々だって怒られたことありますので称号まで言いませんが、その人が答えがないから難しいって言ってたんですね。だから結局答えというか、自分自身でこれがいい、これが好き、これを表現のためにこれを使うとかっていう風に考えていかないといけないわけですね。で、まだ時間がかかってます。少し緑を入れてきましたね。これはコンポーズブルーみたいな、何ですか、オキサイドグリーンみたいな色も入れながら、少し濃い色をまた塗っていってます。一番濃いのに対して次2番目ぐらいに濃い緑色みたいな、一回作ったらその色をなるべくちょんちょんと画面の中で、僕は使っていくようにします。画面の中に似たような色があったらそれを使っていくようにしながら、全く同じ色というのはないとは思うんですけども、似たような色をまず置いといて、その上に後で重なったりとかしながら違う色に変わっていくことがあるんですね。私ちょっと早口で喋ってますけども、 YouTube というのはすごい便利ですので、これ、遅く再生するとかそういうこともできますので、皆さんね、そういう設定どこにあるんやろ、頑張って調べてみてくださいね。遅く再生するとか、逆にお前ちんたら長いんじゃ、お前の動画はいつも長いんじゃっていう人は、早い再生をするようにしてくださいね。そういうのがついてますのでね、そういうクレームとかもあったりしますけども、自分でやってくれと思いますもんね。便利な時代なのにね、人に文句を言うというよくわからない人が世の中にはいるもので、ですね、普通は有料級ですね先生なんて言われてありがとうございますって思うんですけども、大多数はそういう意見ですけどもね。お前の関西弁聞きにくいんじゃとか言われますもんね。じゃあミュートにしてくださいとしか返事しませんけどね。という感じで全体に画面を、面白いでしょ、こうやって見るとコンポジションしてるの分かります？抽象画みたいな感じですよね。で、紙の白さみたいなのも少し塗り残しながらも全体に、手が回っていってるわけでございます。細かいこれは水の滝、ちっちゃい滝みたいなのがあって、そこの隙間みたいなところを描いていってます。この描き方僕なんか、初めてのような気がするんですけど、案外面白かったですね。これ皆さんこれ使えます。ちょっと茶色赤っぽいのも入ってきましたね。これは結構面白かったですね。時間があられる方には時間はかかりましたけども、3時間ぐらいはかかったかなと思いますけども、すごくやっていて楽しかったなっていうのが本音です。楽しかったよという感じですね。ちょっと茶色い土が見えている部分とかも少し、赤みがかっている茶色みたいなのとか、この辺赤入れてますね。オレンジ色みたいな混ぜて、イエローオーカみたいな混ぜてすごく透明度の高い水のところでしたね。という感じで、全面にちょっと動画としてはベリースローリーな感じがいたしますが、こうやって全面ちょっと混色するシーンも少し混ぜておきました。点々と画面全体がセザンヌという人がね、白いキャンバスを塗り残したりしていますけども、全面に手が回ってきています。これは結構僕作品としては久しぶりに水彩画ではなかなかいいのができたんじゃないかなという自負をしております。ちょっとずつ長い20何分ぐらいの動画ですけども、でだいぶビビッドな、黄緑色が入ってきましたね。ビビッド、鮮やかなという意味です。鮮やかな緑色が入ってまいりました。鮮やかな緑色で、ちょっとかすらせるようにドライブラシっていうんですけども、画面の表面をかすらせるように描いていきながら、そのモチーフの質感、苔みたいなもんですかね、苔みたいな感じを出していこうと思いました。で、滝の部分というのはちょっと塗り残しつつ、苔みたいな色を少しこうやって、かすらせながらも、あまり水を多く使わないで、塗っていってます。かすらせてますよね。で、これが後々ちょっと効果として生きてきますので、少しかすらせながらもですね、描いていっております。かすらせて、画面全面に手が回っていっていることがよくわかるかと思います。そうするとなんとなく白く塗り残ったところっていうのが、こういうふうに沢というか水が流れているところが上からシャロ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 と聞こえてきませんか？
もう10年ぐらい前に行ったので、ちょっと自分の中でもこう体現としての経験がこう薄れてしまっているんですけども、それでもやっぱりこういった似たような日本でも行くことがあるので、こういう感じかなっていうのは自分の体にはある程度染みついているかなと思います。やっぱりこう美術やる人間、芸術やる人間っていうのはそういうこう体で覚えるということがやっぱりこうですね、能力に長けているというか、多分こういうのも訓練やと思うんですけども、そういうのができる能力をある程度身につけてきたのかもしれませんもんね。全面にね手が入ってまいりました。この段階でも可愛いですもんね。これね、こうマスキングテープ外したら案外こういう抽象画に近いような感じで意外と面白かったりするんですよ。本当に今回水をジャバジャバとつけずに進んでいっていることがわかるかと思います。全面に手が入っていく。やっぱりこうどうしてもですね、自信ない人はそこの一箇所にとどまってしまって、でそこが自信がないからもっと書き直そうとしていると、画面全体見た時にまだまだ先が長い、しんどいわって思うかもしれません。だからそんなにこう今の段階というのは色を合わせていきながら若干の質感を合わせていく、徐々に後半になってくるとググっとそのモチーフ自身の存在とかに迫っていくというこうステップがあるんですね。なんか今はなんか色合わせと若干の形に対する合わせ方、後半の方になってくるとよりそこから強い質感であったり、なんであったりっていうところに入っていく。ちょっと難しい話しましたね。分かりませんって聞こえてきそうですね。上の方までやっぱり画面の端までやっぱり緊張感を持って描いてみてください。緊張感を持って端まで描いていくという気持ちでやってみてください。少しずつ密度が上がってまいりました。でやっぱりまだこうドライブラシといって、かすらせながら描いていることが分かりますよね。そんなにこう水をジャバジャバにつけていなくて、ほんの少し、ぐらいで描いていってる、水はほんの少しで、描いていってることが分かるかと思います。それだけでもこうかすらせたような表情を使っていくので、ザラザラとしたような固形の蒸したような森みたいなのが描けるんじゃないかなと。そして水色っぽいのでちょっと水は今回多めにして、水のところの全部ベターっと塗るというよりは少しずつ描いていこうかなというふうに思っています。こんな感じで、少しずつ手が入ってきて、水の流れているところの部分というのも描いていっています。今回の動画はやっぱりちょっとこう動き自体はないですもんね。大きなドーンというこう仕事がないので、そういう土台を作るというようなことは少ないですが、今全体に水をこうまぶしていきました。初めてですね。今まではどちらかというとかすらせながら描いていって、ちょっとそれでこう全体の今度はバランスを取るというような感じで水が浸ることによって、少し滲んだりとかですね、するような作業を画面の中で入れていこうと思いました。かすらせて描いていったのも少し溶け出したりとかして、それはそれで効果として面白いかなと思います。偶然的なものも出てくるかなというふうに思いますよ。でこういうふうに全体を描いていきながら少しこう大きな仕事、大きいというほど大きくはないですけども、少しこう画面の中で暗い色をぐんとアクセントで水のところ描きましたね。水のところを少しこういうふうに描いてあげたりとかしながら、密度が少しずつ上がっていったことがわかるんじゃないでしょうか。水のところとかですね、描いていってますよ。どうですか？描けそうな気しませんか？これ森とかにも応用できますし、ちょっと森の中にある沢なんかを見つけては、それだけでも絵になることがわかるんじゃないでしょうか。どうしても皆さんね、有名な景勝地とかですね、お寺とか何々のこうあれですとか、そういうのが多いですけどもね。でそれやっぱりインターネットとかの画像とか使っちゃったりする人多いと思うんですね。でもそれ面白いですか？言ってしまったわからない。行ったことない人が撮った写真で絵描くの面白いですか？僕全然そこわからない。もう毒吐きましたね今ね。
それが面白いと思う人はやっぱり芸術家には僕なれないと思ってるんですね。人のやつをこっそり使って、こっそりか堂々かもう今はもう当たり前になってしまったので、でもそうじゃなくて自分の足で、行ったりとかなんか、ね、もうそれが難しかったら本当に身近なものでも十分絵になるという動画も上げてます。でそれが、人が撮った写真とかをプライドなく使ってしまう、その人の苦労とかを関係なく使ってしまって、発表するとかっていう人って世の中にいるんですね。それの問題が大きくなればなるほど、例えば何かの大きなスポーツ大会で、何かをパクった問題とか、そういうのにつながってくるんですよね。だからやっぱり本当実は皆さんの日常にもいろんなものが潜んでいる、面白いものがあるということを知ってほしいですし、そういうところから派生して、何か自分のオリジナリティある作品に変わってくればいいと思いますし、それが美術の面白いところやったり芸術の面白いところなんですけども、時代がどんどん便利になればなるほど当たり前のことが当たり前じゃなくなってくる。例えばどこぞやの大きな国はなんか日本のいろんなキャラクターをパクる問題というのがありますよね。でもそれを実は皆さんも同じことしている可能性があるんですよね。怖いや私なんか別に商業的じゃないからとかって言うんですけども、でもね、じゃあそれでね、練習のために自分の個人のためだけに書くんやったらいいんですけど、何かに発表するとか何かにね、私の例えば高評価シリーズとかに送るとかなると、それはそれで発表になってくるわけですもんね。でちょっとずつこうやって密度も上がってきましたね。少し水に濡れた感じで初めにかさつかせて書いたものと違う雰囲気が画面の中に出てきたことがわかるんじゃないでしょうか。私が住んでいる佐賀県というのは隣県に福岡というところがあって、そこの途中に、山を越えていくんですね。セフリという山とかを越えていくんですが、三瀬村とかこういうところすごいありますよ。これ実際はプリトビッツェ国立公園というところなんで、水もすごい綺麗だったんですが、クロアチアですね。クロアチアってどこって言われたらですね、イタリアの右側にある国ですね。でも日本にも似たようなですね、ところっていうのは案外あるんですよ。こうやってほら点描が増えてきたらもうまさになんか印象派みたいな感じがしませんか？どうですか？水彩でも印象派のように描けるんだぞ。森やなんやらもこういう風に描いてみたらどうなるでしょうかね。なかなかいい作品になってきたと思いませんか？私個人的には面白い技法を編み出したいい作品ができたという風に自負しておりますね。ちょっとずつ密度も上がってきながら、画面全体のバランスを取りながら、どこがすごく書き進んでいるとか、どこが書き進んでいないとかっていうことがないようにしながら画面全体に手が入りつつ密度が上がってきたということがわかるんじゃないでしょうか。どうですかね。ものづくりする上においてはやっぱり僕なんかちょっと変わった人間なのかもしれませんが、もうキャンバス自身も自分で白味という下地で作ってます。やっぱりですね、そこのところから責任を取りたいという気持ちがあるんですね。皆さんなかなかそこまでいかないと思うんですけども、でも画題に関しては自分で絶対責任取ろうと思えば取れるはずなんですよねもう人間というのはほとんど体の中は水でできていると聞いています。やっぱ水というのはこの絵と同様に下へ流れていくものですよね。で、楽な方へ流れていきがちなんですね。そういうことありませんか？世の中って楽な方へ一度楽なことを覚えてしまうと、また楽なことの方へ行ってしまう。また楽なことの方へ行ってしまう。でやっぱり人を感動させる、感動してもらうということに対してはやっぱり楽なことから生み出ることっていうのは僕はないと思っていて、簡略にやることはあってもいいとは思うんですが、ちょっと難しいなこれな。本当に例えばなんかすごいスポーツ選手、僕が大好きな大谷翔平君なんかこの3年間でめちゃくちゃ体が大きくなってるわけじゃないですか。いつも野球をしている時はニコニコしていますが、もうあんだけ体が大きくなるということはものすごい陰で努力していることが僕は分かりますっていう、なんか偉そうに今言いましたがね、皆さん分かりませんかね。
美術とか芸術も同じだと思ってるんですね。やっぱりこうその努力を頑張ってるから私評価してくださいっていうのは僕は筋が違うと思うんですよ。でもコツコツ何か自分のいいものを作るために日々日夜見えないところで努力する、それは本当にこう画題一つでもそうかもしれませんし、描き方一つでもそうかもしれませんし、テーマ一つでもそうかもしれませんし、そういうのをコツコツ自分の中で、高みを目指していくということをしていくと、人を感動させるという力が絵の中に強く宿っていくと思うんですよ。それを安易な方法で、やった方がなんか表面的にはうまく描けた、みんなどう驚いた、びっくりしたでしょって言うてもやっぱり限界は来ると思うんですね。でなんかこう罪悪感に僕なんか苛まれるというか、僕はやったことないんでわからないですけども、やっぱりそういうこともあるような気がしますので、皆さんちょこっとした努力を積み重ねていってね、いい絵を描いてください。でちょっとハイライトとかを今描いていってます。まさに黄色グリーン、だいたいこういうこと言うたらバッド評価いっぱいつくって面白いもんですよね。本当に僕はただ普通に喋ってるだけなんですけどね。なんかこう東京芸大という大学に行ったんですが、あの大学というのは本当にもう唯一無二になりなさいとしか言われないんですね。唯一無二になりなさいって本当にそのことばっかり言われるという、もうすごい辛いですよね。でもこの年になってくると意外と身近なものとかでも何かヒントがいっぱいあるということに気づくんですが、ものすごいもう当時はその何か見えないものをつかみ取れというような指導に聞こえたんですね。でも今になるといやいや、もうちょっと身近な足元に何かひょこっと落ちているよということに気づいてくださいということでもあったのかなというふうに思います。でちょっとずつ密度が上がって完成に向かってまいりました。全体が本当にこうモネのなんか睡蓮のようなタッチにも見えてきますもんね。水彩でもこういった表情の絵が描けるということが自分の中では今回、分かりました。今水だけでこうちょん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 と拭き取って、いっているような仕事も入ってきました。そうやって複雑にしていくというか、今拭き取ってますもんね。トントントンという感じで水だけでこうやって、こすって拭き取るという作業もしております。そう考えるとですね、なんか芸術美術ってもう一生やっていくようなことだと思うんですね。でいくつになってもできますし、いくつになっても新しい発見ができます。インターネットでね画像を探すという作業は多分新しい画像が出てきたらそれを見つけたっていう喜びがあるのかもしれませんけどね、そうじゃないところで探してもらえるとすごくいいんじゃないかなと思います。公募展ってすごい厳しいので、それでバレなきゃいいやって思うかもしれませんけども、公募展とかでそういうのあれこれもしかしてってなったら案外調べたりしますからね。最後はちょっと密度をぐと書いていっているところ、こんな風に密度を上げていってますよというのを書き込んでいるところもお見せしておこうと思います。今回はちょっと筆先をなるべく写すようにしておきましたので、こんな感じでちまちま仕上がっていってます。葉っぱ一つ一つの影とかを描いていっているわけですね。ちま今暗い色を描いていってるという作業をしております。暗いです。で物のモチーフの外側から内側も描いて外側も描いてということをしながらですね、ちまちま描いていきながら密度がどんどん上がっていって、作品に仕上がってまいりました。今暗い色で描いてますけど、明るい色でも描いていきますよ。明るい色で描いていくシーンがもう少しで出てくるかなと思います。暗い色、明るい色、これはもう滝のところの隙間とか、落ちている枝とかをちまちま描いていっております。これはちょっとそうですね、不透明の明るい色でてんてんわー細かい、わー嫌だ、気持ち悪い、やめろっていう感じかもしれませんね。ちまちまぜひね、こういう動画いろんな書き方の動画をお見せしてきましたけども、本当に参考に何度も見てもらえると多分書けるようになってくる。やっぱ百聞は一見にしかずという言葉があるように、本当に実際に見て、動画の中です。本物ね、本当に書いてるのを生で見れたら本当は一番いいんでしょうけどね。少しずつこうやって密度が上がってきました。
生の白でクックックックと描いていっております。こんな感じで暗い色明るい色を描きながら密度をグググググと引き締めながら、ぜひ身近なものでもこういった絵にすることができるかと思いますので、ちょっとしたあまり行ったことないあの辺りにある森にでも行ってみましょうかしら。何々 お父さんちょっと連れてってとか言ってください。お父さんもちょっと今日はピクニックでも行こうかなんて言ってですね、どうしたのデートに誘われちゃったわなんていうことがあってもいいんじゃないでしょうか。それでは解説を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。面白かったですか。私はね、書いててめちゃくちゃ面白かったです。これ。久しぶりになんかワクワクしながら書いたというか、油絵に近いような感じの描き方というか、アクリルのような、途中でこう、絵の具が、透明水彩が何か違うものに変わっていくような感覚に陥った作品でございます。自分ではすごい気に入っている作品です。ぜひですね、皆様もチャレンジしてみてはどうでしょうか。できるようになるかもしれませんし、ならないかもしれません。私は何も保証はいたしません。また今後もよろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。